皆さんこんにちは。福田梅高弘佐藤のデザイナー佐藤高弘です。今日は人形浄瑠璃文楽の崎地太夫さんにお越しいただいております。崎地さん、ご紹介の方よろしくお願いいたします。人形浄瑠璃文楽の太夫、豊竹崎地太夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この動画は口伝の提供でお送りいたします。まだまだどんどん聞きたいんですけど、はい、そしたらですね、これから僕も初めて感激した時に結構結構ですね、皆さん玄人の方がですね、ちょっとドキドキしたんですけど、崎地さんが初めての方にこういうポイントを見てもらいたいとか、こういう用意とかこういう知識を持っておくとすごく楽しいよなんていうアドバイスをしてもらえると嬉しいなと思います。文楽という芸能は物語を楽しんでいただける芸能だと思うんです。それで先ほど言っていただいたように、見てるうちにだんだん人間が全員消えていくんですよね。そうなんです。はい。で最終的にこの物語の主人公である人形が生きているような感覚で見られるっていうところが文楽の一番いいところだと思うので、やっぱりその物語を純粋に楽しんでいただけると思いますので、一番初めて見ていただく方にはその初めてご覧になる演目のあらすじを最初にちょっとパンフレットとかいろいろインターネットでも調べていただいてもいいですし、そういうところでたまに載せてます。SNS とかで紹介してて、もうすぐダウンロードやんだと思ってやってるんですけど、そういうのであらすじを知ってから見ると、どうしても言葉自体は江戸時代から明治の時代の言葉とか使ってたりするものが多いので、新作はもちろん現代の言葉使ってたりもしますけれども、やっぱりその古典としてやってるものはちょっと古い言葉を使ってますので、なかなか最初とっつきにくいと思うとちょっと辛いところがあるかなと思うので、あらすじを知ってから見ていただくとすっと物語に浸っていただけるんじゃないかなと思います。ちょっとあらすじぐらいは調べていただけると、で逆に言うと崎地さんが個人的に好きな演目、自分が演じてもいいですし、もしくは見るのでもいいんですけど、なんか一つ二つおすすめ教えてもらっていいですか？文楽の物語の中にはジャンルが大きく2つありまして、武士の物語と町人の物語。でこの武士の物語を時代物と言いまして、町人の物語を世話物というんですけれども、ここから一つずつ。ぜひぜひ。はい。武士の物語の中で私が好きなのは義経千本桜というこの間迷ったんですよ、演目がありまして、これは源義経、そのまま義経ですね、が頼朝に追われて奥州へと逃げていく途中の物語です。でこの義経千本桜とあるんですけれども、義経が表立って活躍するというよりは、義経を取り巻く人たちがどういうふうに義経の下で、生きていたかという、そういうドラマ性のある物語で、でかつちょっとファンタジックな要素も入っていたりするんですけれど、一番メインとなる物語で義経千本桜の中に、川面方言館の段というところがあるんですが、段って言いますよね。はい、何々の段というふうに言います。この演目はとっても有名で、文楽でも歌舞伎でもよくやります。これは義経の妾に静御前という人が、もしかすると教科書とかでね出てくるかもしれませんが、この静御前という人が京都から、奥州の方へ逃げている途中の義経を追って、吉野の山に今隠れている義経のところに行くんですね。でその道中、吉野の山の中を千本桜、あそこは千本桜が有名ですからね、吉野の山の桜の咲いているところを旅していく途中で、義経の家来に佐藤忠信という人がいらっしゃる。でこの忠信と2人、道行きをするんですが、この忠信と思ってついてきてる人が実は忠信ではなかったというところが
サスペンスの要素がありつつ、これがちょっとファンタジックな要素が入りまして、この忠信が実は狐だったというお話なんですが、この静御前が義経から鼓を一つ預かってまして、でこの鼓は天皇家由来の鼓なんですね。でこの鼓を打てばその昔、雨乞いの鼓として、作られたものだったんですが、神事の道具みたいな。そうです、はい、その鼓の皮に狐の皮が使われていまして、その狐の皮の子供の狐が自分の親の狐のこの皮の音が恋しくて一緒についてきたというお話で、なんかすごいですね、はい、ほろっときますね。はい、でその狐のこの親子の情愛を描いた物語、これが川面法源館の段という場面になりまして、でこれに対比されるように、裏のこの対比しているテーマとしてちょうど義経と頼朝の関係性が浮き上がってくるような関係になっていて、なるほどなるほど。で義経がその場面を見て、狐でもこんな風に深い情愛を持つんだな、兄弟で争ってたりするって話と、シンクロしてくる、そういうテーマの物語ですね。見ときゃよかったと悩んだんですよ。これはよくやります。今度この必ず行きます。はい。もう一つじゃあ世話話。この物語世話物って町人の町人のテーマの物語の一番最初期の物語ではあるんですけれども、近松門左衛門という人が、名前はねよく聞きますよね。もう近松門左衛門はよく聞く名前だと思います。この人がこの人形浄瑠璃文楽で初めて書いた世話物、これが曽根崎心中という演目なんです。有名ですね。でこの曽根崎というところで心中する男女の物語なんですが、男の人は醤油屋の手代なんです。でっち上がりの手代なんです。で恋仲である女の人は遊女なんですね。遊女という人はそういうなんでしょうね、手代のような、俗に言うとあんまりお金を持ってない、下働きの人なので、そういう人たちとそういう深い仲になることはほとんどないんですけれど、この曽根崎心中は実話なんです。なるほど。でその醤油屋の手代の徳兵衛と遊女のお初が恋仲になるんですけれども、いろんなお金で騙されたりして大阪に居づらくなって2人で心中するという、そういうちょっと切ないお話ではあるんですが、かなり純粋なラブストーリーに仕上がってまして、でストーリーもシンプルで、他のストーリーになると結構実は何々だったとかそういうこともいろいろあるんですけど、全くそういう要素がなくって初めて見ていただく方にはすごく見やすい演目じゃないかなと思います。その感情表現。そうですね。いやちょっと僕はもうちょっと最初見たのがね、ちょっともう少し変わったものだったので、そうですね。でもそれはすごい面白かったんですけど、僕が見て一番やっぱすごいなって思うのは、やっぱりその桂蓮のしがらみのやつは登場人物がとっても多いんですけど、太夫さんが声色とあれで全員こう演じ分けるんですよ。で僕はもうその頃後半多くなってる頃はもう夢中になってるんで、もう全然気にならないでやっている。で本当にあとは人形使いさんの所作の美しさ、本当に何でしょうね、わざわざそこたもとこうしてこんなのやることないのにと思うんですけど、なんかそれは性格がちゃんと出てきてくるようになってきて、太夫のその語りと人形使いのそのすごくそのなんでしょうね、その表現と、あと三味線ってなんかすごくこうなんだろうな、一体になっていく感覚。そうなんです。三位一体というふうに言われるます。三位一体ってまっすぐ思いました、本当に。でも初めて見たんで残り10分ぐらいでそれになったんですよ。それまではなんか見たりこうしたり、
ってやってて、はい、どうやってんだろうってなった時に、だから次は多分開始5分ぐらいからそこに行けるんじゃないかなと思っていて、個人的にもちょっと楽しみにあるんですけど、皆さんはご参考にしてみてください。あと、僕らが各種 SNS は概要欄をチェック。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。